世界には立ち入り禁止区域とされている禁断の土地が多数存在している。しかしそれは世界に限ったことではなかった。日本にある立ち入ったら最後生きて戻ってこられないと言われる場所とは一体？もしかするとそこはあなたの身近な場所かもしれません。はい、どうもアルファベトリのケンちゃんです。どうもヤニヤニです。はい、というわけでね、本日ご紹介するのはですね、なんとね、このね、ジャパンにもね、存在するね、立ち入り禁止区域。立ち入り禁止区域、日本にもあるの？そうなんですよ。一度足を踏み入れたら最後、生きては戻ってこられない立ち入り禁止区域。日本に実在する禁断の地に隠された真実とは？大久野島。広島県竹原市に属する有人島、大久野島。ここは現在はウサギの島として人気の観光地としても知られています。なぜウサギの島と言われているのでしょうか。なんとここには野生のウサギが約1000羽も生息しているんです。かわいいな。ここに生息しているウサギは全てアナウサギという種類で可愛らしく人懐っこい性格としても知られているんです。見てください、この可愛さ。はい、可愛い。ほら可愛い。もう可愛い。今ではね、こんな可愛いウサギで人気の島なんですが、過去には日本地図から消されていたことをご存知でしょうか。ではなぜこの島が地図上から消えていたのか。その理由は今のウサギの島という名前からは想像もつかない恐ろしい呼び名にあったんです。この大久野島、ウサギの島と呼ばれる以前はこう呼ばれていたんです。毒ガスの島。1929年から1945年の終戦までの間、ここ大久野島では旧日本陸軍によって毒ガスの開発が行われていたんです。一部の噂では病気になった日本人や捕虜として捕まった外国人が実験台にされていたとも言われています。しかも製造されていたのは死の梅雨と恐れられていた殺戮兵器ルイサイトと呼ばれる毒ガスだったんです。これは国際条約でも禁じられている非常に恐ろしい兵器なんです。また太平洋戦争末期には風船爆弾の風船部分の開発も行われていたそうです。なんじゃそれ。旧日本軍はその恐ろしい殺戮兵器の生産基地として拠点を構えていたため、大久野島は終戦を迎えるまで極秘基地を守るために地図上から消されてしまったというんです。戦後毒ガス工場などの施設の撤収は行われたんですが、この毒ガスの影響が完全に消えることはなくて、1972年まで地中に残った毒ガスによる被害が報告されていたというんです。いや、怖えな。ではなぜ今はウサギの島と呼ばれるほどウサギがたくさん生息しているのか。諸説あるんですが、その一つにウサギが実験台に使われていたためと言われているんです。うさちゃんかわいそうね。引くブリコあんたなんかいろいろなものが飛んだわよ。そういうこと言うんだよ。だから本当に汚い系は隠してるよ、さすがに。でもね、他にも説があって、なんとイギリス人カップルが持ってきたウサギが繁殖してしまってこんな事態に陥ったっていう説もあるんですよね。そんな増えちゃったの、うさちゃん。そうなんですよ。八幡の藪知らず。続いての立ち入り禁止区域は千葉県市川市八幡にある八幡の藪知らず。ここは一度入ったら出てこれない、入れば必ずたたられるという禁足地と呼ばれているんです。なんか犬鳴村とかね、杉沢村とかも日本にいくつあるんだって話ですよね。元八幡駅のすぐ近くにあるこの場所、うっそうと竹が生い茂り、その中がどのようになっているのか外からでは伺い知ることができないんです。ではなぜこの土地が立ち入り禁止区域として恐れられているのでしょうか。その理由はこの地には悪霊がいるからなんです。悪霊が立ち入り者の命を奪うという噂がここ八幡の藪知らずにはあるというんです。しかもこの悪霊の正体、実は分かってるんです。その正体となるのが平将門の影武者伝説。時は平安時代中期、関東一帯を手中に収めていた平将門が朝廷に反旗を翻した平将門の乱が勃発するんです。結果的に敵に追われる立場となった平将門。彼には7人の影武者がいたんですが、平将門のこめかみにある特徴から敵に見破られて討ち取られてしまったんです。その後正門の首は塩漬けにされて京都に送られることになったんです。いや、おばんざいメニューか。残った7人の影武者が奪還を図り行列の後をつけることに。しかし道中で八幡の森に立ち入った7人は突如として姿を消し、影武者たちは7体の土人形に変わっていったんです。なんだよ土人形って。正門の首が京都に届けられた後、森の土人形たちは雨によって溶けてなくなり、それからこの森には7人の魂が悪霊となって森に居つき、正門の首を返せと泣きわめくという噂が立ったんです。これを聞いた力自慢の男が退治しようと立ち入ったのですが、それっきり戻ってくることはなかったと言います。それ以来村人は藪知らずと呼んで寄りつかなくなってしまったんです。しかし二度と出られないというこの地なんですが、過去に帰還した偉人が一人だけいるんです。その人物こそ
水戸黄門。言い伝えによれば、変な姿をした妖怪たちが黄門様の周りを取り巻き、振り返ると入ってきた道は消えてしまったというんです。そこへ白髪の老人の姿をした神が現れ、禁足地とした理由は平将門への怒りだという話をしたんですが、身分の高い人物ということで黄門様は特別待遇を受け、無事に戻ることができたんです。最後身分かい。やっぱり肛門ってすごいわね。私肛門好きなのよ。汚ねえんだよ。肛門よ。だからこっちの肛門よ。パナリ島。続いてはパナリ島。またの名をアラグスク島と呼び、八重山諸島の島のことなんです。この島付近は海がとても綺麗なことで有名で、透明度が抜群に高いんです。その透き通った青はパナリブルーという言葉で、その美しさが評されるほどなんです。もう思わず飛び込んで海中探検したくなりますよね。かつては島内の集落には数百人の方が住んでいたそうなんですが、現在はわずか10人ほどしか住んでいないそうなんです。島内には信号はもちろん、船着き場以外には塗装された道路もなく、島への定期便も運行していないんです。ですが、定期便はないにもかかわらず、ダイバーたちが毎年多く訪れ、ダイビングの聖地としても知られているんです。ではなぜここが立ち入り禁止区域なのか。それは、この島で年に一度行われている島民以外は決して足を踏み入れてはいけない被災があったんです。つまり1年に一度ここは立ち入り禁止区域となるんです。この被災は旧暦の6月、現在でいう7月中旬に行われる忘年祭です。祭りといってもみこしを担ぐ本土の祭りとは全く違うんです。この島で行われている祭りはおどろおどろしい形相で2メートル以上も背丈がある仮面の神赤股黒股が現れて豊作を捧げるんです。ちなみにこの忘年祭に一般の観光客が参加しようと島の桟橋に到着したとしても、そこから追い出されてしまうんです。そう、完全に外部をシャットアウトして行う秘密の祭りなんです。アラグスク島の被災はかなり厳格に外部の人を拒絶しており、この情報社会の時代でさえネット上に被災の様子はアップされていないんです。それだけ島民にとって本当に重要な祭りっていうことなんですよね。ただ秘密にすればするほど取材をさせてほしいという話が絶えないようなんです。ですが当然取材を取り付けるのも難しく、いざ取り付けたとしてもカメラやレコーダーの持ち込みは一切禁止という厳格さなんです。でも行くなって言われたら行きたくなるのが人間っすよね。この被災に無理やり足を踏み入れたら一体どうなるのでしょうか。以前アラグスク島の崩壊を取材するためにやってきたテレビ局のレポーターとカメラマンがチャーター船で上陸しようとしたところ、島の青年とおぼしき男たちにその取材道具を全て海に投げ捨てられたという出来事があったそうなんです。写真はもちろんメモを取ることも携帯電話ももちろん NG。 言うことを聞かないと袋叩きに遭うなど恐ろしい出来事が毎年起きているんです。また祭りの秘密を深追いして命を落としたという人もいるんです。さらにカメラを持って島へ入った男が不自然な事故にあったり、祭りの当日に島民といさかいを起こしたよそ者がその後行方不明になっていたりと、この被災を知ろうとすればするほど命を奪われる危険性は高まるんです。いやー恐ろしいっすよね。いやーね、そこまでね隠されるともう気になっちゃうんですよね。だから隠してんだよ、あれよ。幼少期の俺かお前。笠佐島。笠佐島は山口県大島郡にある有人島で、八代島と柳井市大畑の間に位置するんです。島の名前の由来は大畑瀬戸に身を投じた女性般若姫に島民が傘を捧げた故事から笠捧げ島となり、それが笠佐島に変化したというんです。読みづらいな。この笠佐島には普通どこでもあるものがないというんです。一体何が存在しないというのでしょうか。それはお墓なんです。そう、この笠佐島、読みづらいな。この笠佐島にはお墓が一つもないんです。なぜなのでしょうか。笠佐島では死者が出ると火葬にするんです。ここまでは至って普通ですよね。しかしその火葬場というのは野外の広場のような場所で、火葬にして遺灰と遺骨になったら、そこから一つまみだけ京都の大谷本廟に納骨し、あとは野ざらしにして自然に返すんです。このようなことが代々行われているため墓がないんです。人が亡くなるたびに火葬して、同じように大谷本廟に納骨してと繰り返してきていることもあって、島に墓はなく墓参りをする習慣もないそうなんです。これはそもそもこの島には浄土真宗の熱心な信者しかいなかったから、こうした風習が定着したと言われているんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。